ねえ、DTM を始めたいのだけど、どうすればいいか、さっぱりなのよ。今日は一緒に入門編から楽しくご説明いたしますわ。まずは肩の力を抜いて気軽に聞いてくだすって。それではとりあえず DTM、DAW 入門編ということでサクサクっと進めてまいりますわよ。そもそも DTM とか DAW って何の略語なのよ。はい、まず DTM はデスクトップミュージックの略語ですの。これなんとなくはお分かりかとは思いますけど、パソコンを使って音楽を作ることを指しますのよ。楽器が演奏できなくても画面で音符を並べたり音を組み合わせて作曲や編集ができるのが特徴ですの。ちなみに DTM という言葉は日本で生まれたものなんですのよ。昔から広く使われていて音楽の世界ではおなじみですの。あら、パソコンだけで曲が作れるのね。そうですの。しかも DAW というのも重要な言葉ですのよ。これはデジタル・オーディオ・ワークステーションの略語ですの。これを使えばレコーディングや編集、音楽制作のすべてが可能になりますわ。DTM をするにはこの DAW ソフトが必須ですが、それに追加で必要なものを揃えることで機能を広げられるのがポイントですの。ちなみに海外ではずっと DAW という言葉が使われてきていて、最近では若い人やプロたちの間でもこの呼び方が主流ですのよ。パソコンだけでできるって言っても他に必要なものってあるの？もちろんですわ。まず音楽制作のデバイスとしてパソコンが必要なのはお分かりになりますわよね。スマホや iPhone、iPad でも可能ですけれど、画面が小さいと扱いづらいことがありますの。なので初めて挑戦される場合はやはりパソコンから始めるのがおすすめですわ。そして最低限必要なものとしてオーディオインターフェースとモニターヘッドホンが挙げられますのよ。それからMIDI キーボードがあると音の確認やフレーズ作成に便利ですし、編集効率もぐっと向上いたしますわ。ふむふむ、いっぱいあるのよ。全部買わないとダメなのよ。最初に必要なものはパソコン、オーディオインターフェース、それに DAW のソフトですわね。まずこれが基本のセットですの。そしてもしパソコンのスピーカーでモニターしようとしている場合は注意が必要ですわ。オーディオデバイスがステレオ対応になっていることを確認してスピーカーでちゃんとモニターできるかどうか気をつけてくださいまし。内蔵のスピーカーは音量が小さすぎて適切にモニターできないものが多いので、ヘッドホンも準備するのがおすすめですの。鍵盤が欲しくなったら後で MIDI キーボードを追加すればよろしいですわ。でももし MIDI 端子がついている電子ピアノやキーボードをお持ちでしたらそれを代用することもできますのよ。オーディオインターフェースってどういうものなの？これ種類多くない？迷いそう。オーディオインターフェースとはマイクやギターなどの楽器をパソコンに接続するための機械ですのよ。自分の声や楽器を録音するには欠かせないものですの。それからスピーカーに接続して音を確認する使い方も可能ですの。種類が多いと迷うのは当然ですわね。でもまずは何を録音するかを考えて選ぶのがポイントですの。例えば歌やギターなら入力端子が必要だし、ピアノやMIDIキーボードなら特別な機能付きのものがおすすめですわよ。予算や用途に合わせて選べば最初の一歩がずっと楽になりますわ。なんか色々あった方がいい気がしてきたのよ。DAW のソフトも種類が多いし高いのよ。ええ、確かに選択肢がたくさんあって迷ってしまいますわよね。でも例えばヤマハやスタインバーグのオーディオインターフェース製品は安心感がありますし、初心者には特におすすめですの。それってどうしておすすめなの？理由は Cubase AI という素晴らしい DAW ソフトが付属するモデルが多いからですのよ。Cubase AI はライト版とはいえ高機能で本格的な音楽制作ができるのが特徴なんですの。これなら初心者でも気軽に DTM を始められるからとてもおすすめですわ。へえ、ソフトもついてくるんだ。便利。ええ、そうなんですの。自分で別に DAW を探す手間が省けますし、機材メーカーのサポートも受けられるのでとても安心できますのよ。それにこれだけでも十分お得感がありますわ。実を申しますと私も付属していた Cubase AI を長年愛用しておりますの。シンプルでありながら本格的な機能が揃っていて初心者でも使いやすいところがとても魅力的ですのよ。なるほどなのね。全部揃えたらいくらくらいかかるの？ざっくりとお伝えしますと、最小限であれば先ほどおすすめした DAW 付属のオーディオインターフェースとモニターヘッドホンを揃えて約3万円ほどですわ。もしMIDI キーボードも加えると5万円前後で始められる計算になりますのよ。そうそう、ヘッドフォンはどんなのがいいの？ヘッドフォンについては初心者向けに特におすすめの製品を挙げますわね。オーディオテクニカの ATHM50X や
ヤマハの HP-HMT5、あとは定番のソニー MDR900ST あたりが良いと思いますわ。ただ、安すぎるヘッドフォンやイヤホン型は注意が必要ですの。これらは音の広がりや低音の再現性が不足している場合が多いので、避けた方が良いですわ。ついでにミディキーボードも教えといてなのよ。もちろんですわ。初心者にはコンパクトで手軽なモデルがおすすめですのよ。アカイの MPK ミニやネクターのインパクト LX シリーズあたりが最適かしら。最低でも22鍵盤以上のミディキーボードを選ぶと音楽入力がスムーズですの。なお、曲の編集や音源確認には鍵盤数が多い方が便利になることも考慮して選ぶと良いですわ。さらにモニタースピーカーもいくつか挙げておきますわよ。ミックス作業には正確な音再現が重要ですの。初心者向けに安価でコスパの良いモデルとしては、ヤマハの HS5 や KRK のロキッドシリーズが人気ですの。その他、JBL の 305P M2、iLoud のマイクロモニタもおすすめですわ。ご購入を検討される場合は、こちらの基本情報を参考にしていただければ嬉しいですわ。パソコンってどれくらいの性能あった方いいの？ただし、パソコンはある程度、性能が必要だから、そこは確認しておきましょう。OS、Windows 10以上または MacOS カタリナ以降。CPU、Intel Core i5 または Ryzen 5以上。メモリー、最低 16GB。ストレージ、SSD512GB 以上。GPU、DTM 用では必須でないが、動画編集も視野に入れるなら選択肢に。特にメモリーやストレージは、後から増設する余裕を考慮しつつ選ぶと、安心ですわ。では、改めて図をお見せしながら補足いたしますわね。基本的に必要なものは、まず DAW をインストールしたパソコン、それに加えてオーディオインターフェースとモニターヘッドフォンですわ。この3点があれば、最小限のセットとして作業を始められますのよ。ただし、編集作業をすべてマウスだけで行うとなりますと、作業効率が少々落ちることがございますのでお気をつけ遊ばせ。また、オーディオインターフェースをパソコンに接続する際には、USB to ホストケーブルが現在の主流となっておりますの。多くの場合、オーディオインターフェースには付属のケーブルがございますが、万が一、ついていない場合には別途ご用意くださいませ。そして、ヘッドフォンだけで始めることも十分可能ですが、もし次のステップへ進みたくなったら、スピーカーを追加して、さらにしっかりと確認できる環境を作ることをご提案いたしますわね。さて、スピーカーとオーディオインターフェースを接続する際に最も重要なのは、音質と信号の安定性でございますのよ。例えば、以下のケーブルが使われますわ。RCA ケーブル、シンプルですが、長距離接続ではノイズが入る可能性がございますの。XLR ケーブル、音質が良好で、信号の安定性にも優れておりますの。特にプロ仕様で人気ですのよ。TRS バランスケーブル、ノイズを抑えながら安定した音を届ける優れたケーブルですのよ。オーディオインターフェースとの接続にもってこいですわ。これらのケーブルの特徴をしっかり把握して、ご自身の環境に合わせた選択をなさるのが、優雅な音楽ライフへの一歩ですのよ。そして、MIDI キーボードですわよ。MIDI キーボードを用意する際、多くの場合、付属の USB ケーブルがございますので、こちらをお使いになると良いですわ。適切な MIDI ドライバーをインストールすれば、接続も至って簡単ですのよ。こちらも USB to ホストケーブルが一般的となっておりますので、おそらく特別な準備は必要ありませんわね。次は、MIDI 端子がついている電子ピアノやキーボードを MIDI キーボードとして使う方法について説明いたしますわね。それらの鍵盤楽器を接続するためには、USB MIDI インターフェースが必要ですのよ。そして、適切な USB MIDI ドライバーをインストールすることで、簡単に使用可能になりますの。さらに、一部のおすすめ製品もご紹介いたしますと、ローランドの UM1MK2 が非常に人気のあるモデルですのよ。こちらは、コンパクトで信頼性が高く、初心者にも安心してお使いいただける設計ですわ。価格帯も比較的お求めやすく、5000円から6000円程度で手に入ることが多いのですの。今度は録音にかかる補足をしてまいりますわね。例えば、接続した MIDI キーボードの内蔵音を録音する場合には、適切なオーディオケーブルを用意する必要がございますの。ステレオ録音の場合は、通常 L と R の出力端子にそれぞれ、ケーブルを接続し、より立体感のある音を録音できますのよ。使用するケーブルとして、TS フォンケーブルや TRS フォンケーブル、そして RCA ケーブルなどがございますわ。録音機材やオーディオインターフェースの使用に合わせ、ケーブルや変換アダプターを選ぶことも忘れずに確認しておいてくださいまし。ちなみに DAW で MIDI データを再生させ、その MIDI キーボードで鳴らした音を返し、録音するということも可能ですの。
どんどん複雑になってきたのよ。ケーブルだらけになりそうなのよ。ところで、ギターとかもケーブルを使って録音できるのよね。そうですわね。エレキギターやエレアコ、エレクトリックバイオリンなどの音を録音する際には、ライン入力が活用できますの。一般的に TS ケーブルや TRS バランスケーブルで、オーディオインターフェースに接続すれば、簡単に録音できる環境が整いますわ。録音の際には音質や信号の安定性も意識して選ぶと良いですわ。エレクトリックな楽器は難しくなさそうね。アコギとかはどうするの？自分の歌声などの生音や生楽器の録音にはマイクが必要になりますわね。例えばコンデンサーマイクまたはダイナミックマイクなど楽器の特性に合わせて選んで使うと良いですわ。なるほどなのよ。よーし、何でも録音しちゃうのよ。その意気込みですわ。そして最後に補足としていくつか簡単にアドバイスいたしますわ。接続確認。ケーブルを接続したら機材とソフトウェアが正しく認識されているかを必ず確認してくださいませ。初期の設定で時間がかかることがございますけれど、これがトラブル回避の鍵ですわ。入力レベル調整。録音する音がクリアに聞こえるよう、オーディオインターフェースのゲインを適切に調整してくださいませ。音割れを防ぐために過剰な設定にはご注意遊ばせ。ノイズ対策。ケーブルの長さや周囲の電子機器の配置に注意して、ノイズを最小限に抑えるようにしましょう。シールドケーブルの使用もおすすめですわ。バックアップの準備。特にウェーブ形式のデータを多く使うと、プロジェクトファイルは容量が大きくなることがございますの。保存先を別ドライブに設定したり、外付けのハードディスクドライブをご用意いただくと、万が一のトラブルにも備えることができ、安心ですわ。あとは、画面管理についても触れておきますわね。DAW を使い込むうちに、画面にウィンドウを広げたくなることが多くなりますの。そこで、サブモニターを使用することで、視覚的に効率よく作業が進みますわよ。ウィンドウをいちいち開閉する手間が省けて、とても便利ですの。ちなみに、私はノートパソコンを使用しておりますので、サブモニターは欠かせない必需品となってしまいましたわ。ご自身の作業スタイルに合わせて環境を整えることも大切ですわ。高機能な DAW についても少しお話ししておきますわね。例えば、Cubase Pro のような超高機能な DAW は確かに魅力的ですが、初心者の方にとっては、かえって操作が複雑でハードルが高く感じられることがございますの。ですので、最初は Cubase AI のようなシンプルなバージョンから始めてみるのがおすすめですわ。まずは基本的な操作や曲作りの流れをしっかりと習得していただければ、その後のステップアップがとてもスムーズになりますのよ。なるほどなのよ。これなら安心して始められるし、次のステップも楽しみなのよ。どんなに機材が揃っていても、結局は自分の工夫と練習が大事ってことなのよね。ワクワクしてきたのよ。さて、授業はこれにて終了でございますのよ。ですが最後に、私の音楽制作システムをざっと紹介いたしますわ。どんな環境なのか、ご興味ある方はご覧くださいませ。それでは、画像をドン。こんな感じで作業しております。まずメインのパソコンですが、ノート PC を使用しております。音楽制作用としてはこれで6台目になりますね。Windows 11搭載、Intel Core i7、RAM16GB、ストレージ SSD477GB、DAW は Cubase AI13 を現在使用しています。そして上にあるのがサブモニターです。ノート PC の後ろにあるのはデスクトップ PC で、こちらは Windows 7、Intel Core i5、RAM4GB、HDD1TB。こちらでは最終的に Cubase AI4 を使っていましたが、2002年に発売されたヤマハの DTM ソフトのソウルもなんとか動かしていました。現在も古いデータを掘り起こす際に使用しております。このデスクトップは3年前くらいまでメインで使用していました。かなり長く使ってた感じでしょうかね。ちなみに、このパソコンにはヤマハのスピーカーが内蔵されており、結構気に入っていましたよ。振り返ると、私が初めて使用した DTM ソフトはヤマハの XG ワークスでした。1996年頃だったと思いますが、CS1X という小型シンセとハローミュージックとしてセット販売されていました。懐かしいですね。当時のブラウン管型パソコンと Windows 95の環境も思い出されます。昔は今のようにパソコンで全てを完結させることはできませんでした。特に自分の PC スペックが低すぎたこともあり、ウェーブデータなんて重すぎて使えず、ほぼ MIDI データのみで作業していました。その際、MT4X などのカセットテープを使うレコーディング機器も使用していました。
2000年には AW4416 というハードディスクレコーダーを購入して録音をしていた時期もありましたが、今となってはレコーダーとしては使えない、使いにくいものとなってしまいましたね。ヤマハが DTM ソフトの開発を撤退し、スタインバーグを買収し、代理店となったため、キューベースを扱っているというわけなのですが、そこで私もキューベースの導入となったわけです。近年は外部レコーディング機器が不要になり、パソコンだけでほぼ全ての処理ができる時代になりました。これから始める方には、非常に便利で簡単な環境が整っており、費用もそこまでかからず、覚えれば誰でも音楽制作ができる時代だと言えますね。写真に戻りますが、左側にあるのがミキサー、ヤマハ MW12CX。これはオーディオインターフェースにもなっているモデルです。そして、黒い方がモチーフ XF6、手前のシルバーが MO6、どちらかを MIDI キーボードとして使っています。さらに他にもハードシンセを所有しており、こちらは EX5、そして先ほど話に出ました、私の DTM の原点 CS1X、さらに電子ピアノの P125A も使っています。モチーフ XF、MO6、電子ピアノは2ホスト端子がついているので、最近のモデルではこれが標準装備になっているようですね。ただ、正直申し上げて、これほど多くのハードシンセは不要だと思います。ライブをする方であれば1台程度、持っておくと便利ですが、音源自体もソフトシンセで十分な時代です。技術の進化を感じますね。あとはですね、こんなものも所有しております。バイオリンの SV150。最近は弾いていません。最後に、ヘッドホンはソニーの MDR-CD900ST。初代は断線してしまい、昨年2代目を購入しましたが、長年使用してきたためこの音に慣れてしまっています。そしてスピーカーは、かなり古いもので、ビクターのオーディオスピーカーを使用しています。もはやラジオやモニター用としてだけ機能している状態ですが、音楽制作には十分です。ヤマハの製品ばかりだとお気づきでしょうが、はい、私はヤマハ教です。というわけで、いかがでしたでしょうか。この動画がきっかけで、真の音楽家が生まれると嬉しいですね。音楽制作でお楽しみいただけたら幸いです。それでは。